あなたがぐっすり眠っている深夜3時、突然、ずっと狙っていたノイズキャンセリングヘッドホンが、まさにこの値段まで下がったら絶対に買うと心に決めていた完璧な価格に値下がりしたとします。それよくありますよね。でも普段なら翌朝起きてそれに気づいた時には、すでに売り切れているか、元の値段に戻ってしまっている。ええ。本当に悔しいパターンじゃないですか。このタイミングを逃すっていうのは現代のオンラインショッピングにおける最大のストレスの一つですよね。いやー、本当にその通りです。でも、もしあなたのスマホの中に24時間決して眠らずに価格のボードを監視し続けてくれて、その完璧な瞬間に迷わずクレジットカードを切ってくれる、そんな超優秀な秘書がいたらどうでしょう。なるほど。朝起きたらただ手配完了しました。明日届きますっていう通知だけが待っている状態ですね。そうなんです。まさに魔法のような体験なんですけど、同時に自分のコントロールを離れて買い物が実行されるという意味では、なんか少し背筋が凍るような新時代の入り口を感じさせるシナリオでもありますよね。今回の深掘りではまさにその未来が現実になったお話をします。テーマは Amazon の AI アシスタントルーファスによる自動購入、つまりオートバイ機能についてです。はいはい。私たちの買い物が、自分で画面を見て選んで買うっていう時代から AI に全てを委任する時代へとどう移行しているのか、そのメカニズムを解き明かしていこうと思います。ついに e コマースの世界が根本的な転換点を迎えたと言っていいトピックですよね、これは。単なる便利な機能追加っていうレベルの話ではなくて、インターネット上の経済活動そのものが変わろうとしているから。ええ。今日はあなたの買い物の未来を占うためにYouTube で話題になっている最新の AI ニュースからユーザーがまとめた詳細な検証メモ、そしてデジデイの非常に鋭い戦略分析記事まで様々な視点の情報を織り交ぜながら進めていきます。これを知ることであなたは今後この情報過多な世界でどう賢く立ち回るべきかが見えてくるはずです。間違いなく。次にあなたがオンラインストアを開くとき、その裏側で何が起きているのか、見え方が全く違ったものになるでしょうね。さて、ここから少し紐解いていきましょうか。この機能が実際にどのように動くのかを見ていきたいんですけど、はい。私が調べていて非常に象徴的だなと思ったのが、この機能が2025年11月のブラックフライデーに合わせて米国のプライム会員向けに導入されたという事実なんですよ。なるほど。みんなが血ひった目で画面に張り付くあのタイミングを狙ってきたわけですね。そうなんですよ。完全に意図的なタイミングですよね。もうセール品を探して画面をリロードし続ける特有の熱狂からあなたを解放しますよっていう Amazon からの強烈なメッセージです。使い方も驚くほどシンプルで、Amazon の商品ページにあるチャットバブルとか、あと価格履歴のセクションからルーファスを起動して、普段私たちが話すような自然言語で指示を出すだけなんです。例えば、このヘッドホンが 30% オフになったら買ってとか、この T シャツが15ドル以下になったら買って、はいはい。あるいはこのダンベルが25ドルになったら買ってといった具合ですね。そうすると、指示を受け取った AI はあなたの代わりに24時間体制で価格変動を監視し始めるわけです。ただ、ここですごく興味深いのが、ルーファスが単に15ドルになったかどうかっていうタイマーのような動きをしているわけではないってことなんですよ。というと？彼はもっと深くデータを読み込んでいるんです。過去30日間、あるいは90日間の価格推移のデータを分析して、過去の最高値は最安値と比較しているんです。それで、それが本当に今買うべきベストなタイミングなのかを計算しているんですよ。さらに、あなたの過去の閲覧履歴やウィッシュリストのデータも掛け合わせて。個人のデータもですか？あなた個人の購買パターンに合致しているかどうかも見ているんです。なるほど。これって要するに、株式投資の世界でいう下値注文を T シャツやダンベルといった日用品でやっているようなものですよね。まさに。相場の画面にずっと張り付いている代わりに、証券会社のシステムにいくらになったら買えって任せておく感覚ですよね。そのアナロジーは非常にわかりやすいですね。でも実は日用品の買い物においてこれを自動化するのって株式投資よりもはるかに複雑なんですよ。どうしてですか？株の方がなんか複雑な計算が必要な気がするんですけど。株の場合、例えばアップルの株を1株買うなら、誰が売っているアップル株でも全く同じ1株ですよね。まあ確かにそうですね。でも
Amazon で15ドルの T シャツを買う場合、サイズはあなたに合っているかとか、色はあなたが普段着ているものかとか、なるほど。さらにその販売業者の評価は信頼できるかといった定性的な変数が無数に存在するんです。AI は単なる数字の合致だけじゃなくて、そういった質的な判断も同時に行わなければならないんですよ。確かに15ドルになったけどサイズが XXL しかないみたいな状況で勝手に買われたら困りますもんね。そこまで AI が判断しているのか。ええ。しかも2025年2月のアップデートに関する検証メモを読んでいて驚いたんですけど、ルーファスはさらに賢くなっているんですよね。はい。Amazon の中だけじゃなくて他社サイトとの価格比較も判断材料に加わったとか。そうなんです。これが技術的にどう行われているかというと、AI が自然言語処理を使って他の小売業者のサイトをリアルタイムで巡り回っているんです。はいはい。それで全く同じ商品、つまり同じ SKU を見つけ出して価格をスクレーピングしているんですよ。スクレーピングってことは情報を抽出してるんですね。ええ。つまり Amazon 内で悪になったから買うっていう単純な造形反射じゃなくて、市場全体を見渡しても今この価格で買うのは妥当であるっていう客観的なチェックまで行うようになっているんです。いやー、凄まじいですね。ただのタイマーじゃなくて、本物のパーソナルショッパーとして動き始めているわけだ。ええ。でもだからこそめちゃくちゃ怖いんですよ。クレジットカードを預けることへの恐怖ですね。その通りです。一番いいタイミングで買ってくれるのは便利なんですけど、自分の財布をアルゴリズムに渡して好きに使っていいよっていうのにはやっぱり本能的な抵抗感がありますよね。わかります。暴走して不要なものを大量に買われたりとか、システムを悪用されたりしたらどうするんだって。当然の懸念ですよね。システムに対する委任っていうのは、信頼とセーフティーネットの両輪がなければ絶対に成立しませんから。そこで、あるアスキーの記事のコメント欄で見つけたユーザーからのものすごく鋭い疑問を取り上げたいんですけど。はい、どんな疑問ですか？例えば、私がこの T シャツが15ドル以下になったら買ってと指示を出したとしますよね。で、商品価格は確かに15ドルになりました。AI は条件を満たしたと判断して購入します。ええ。でも、それがマーケットプレイスの悪質な出品者で送料が50ドルに設定されていたらどうなるんですか？合計65ドルを勝手に決済されてしまうんでしょうか？それは極めて現実的で、プラットフォームの痛いところをついた疑問ですね。私もいろいろ調べてみたんですけど、Amazon が直接販売発送する商品に限定するとか、送料の上限をあらかじめ設定できるといった明確なフィルター機能が存在するという記述は今のところ見当たらないんですよ。ええ、そうですね。これ、一歩間違えたら悪意のある出品者にシステムを逆に取られませんか？なぜ Amazon は最初から高額な送料をブロックするっていう単純なフィルターを作らないんでしょうか？なぜなら、e コマースにおける適切な送料をハードコーディング、つまり固定ルール化するのって信じられないほど難しいからなんです。難しいんですか？はい。例えば、T シャツの送料が50ドルなら明らかに異常ですよね。でも、あなたが25キロのダンベルを買おうとしているなら、50ドルの送料は完全に妥当じゃないですか。なるほど。確かに。何百万という商品の種類や重さ、配送距離によって正当な送料の基準が全く違うんですね。そうなんですよ。それに、マーケットプレイスの出品者たちは常に Amazon のアルゴリズムを出し抜こうとしていますから、はいはい。価格を限界まで下げて検索順位を上げて送料で利益を回収するっていうのは昔からある手法ですよね。ありますね、そういうの。AI が進化すれば出品者側もシステムをハックする新しい方法を見つけるわけです。これは終わりのないいたちごっこなんですよ。なるほど。
だからこそ、システム側で完璧にブロックすることが難しい以上、全く別の形での最大のセーフティーネットが必要になるんです。それが今回 Amazon が用意した24時間のキャンセル猶予っていうわけですね。その通りです。AI が自動購入を実行した後、商品が発送されるまで、かつ24時間以内であれば、ユーザーは理由を問わず注文をキャンセルできるというルールです。つまり AI が勝手に決済を完了させたとしても、いきなり自宅の玄関に届いて請求が確定するわけではないと。必ずスマホにこの条件で買いましたよ、送料込みでいくらですっていう通知が来て、人間が介入してストップをかける時間的猶予が丸1日与えられているわけですね。はい。現状では、この事後確認の猶予が、高額送料などのトラブルに対する最も強力で、かつ現実的な安全策になっています。なるほど。AI に監視や決済といっためんどくさい作業をすべて委任しつつも、最後の承認取り消し権は人間がしっかり握っているという構造ですね。もちろん、そもそもユーザー自身がオートバイのチェックボックスをオンにして、明示的な同意を行わない限り、この機能は一切発動しません。事後チェックで人間の主導権を残しているわけですね。でもやっぱり最初は怖いというあなたのために、もう一つの選択肢も用意されていますよね。はい。自動購入ではなくて通知のみに切り替えるオプションです。条件を満たした時にスマホにお知らせが来るだけで、最終的な購入ボタンは自分で押すことができるっていう。これからこの機能を使ってみようと思う方には、間違いなくこの通知のみ設定から試すことを強くお勧めしますね。ほう。AI の判断精度、つまりルーファスが本当に買い時を正しく理解しているかとか、そして自分が設定した価格条件が現実的かどうかをまずはリスクなしでテストできますからね。シネの感覚をつかむためのいわばデモトレードみたいなものですね。まさに。さて、ここまで機能のメカニズムとそれに伴う安全性や限界について見てきました。でもここで一つより大きな疑問が湧いてくるんですよ。なぜ Amazon が今このタイミングでこの機能を急いで投入してきたのかということですね。そうです。ただユーザーにとって便利だからっていうだけの理由で、こんなリスクのある機能を実装するはずがないじゃないですか。今回のソース資料にあったデジデイの記事とか、最新の AI 業界の動向を追いかけていると、水面下で繰り広げられている巨大なプラットフォーム戦争の意図が見えてきますよね。つまりこれって全体としてどういう意味を持つんでしょうか。これをもう少し大きな視点、全体像に結びつけて考えてみるとですね、キーワードはエージェント型コマースなんです。エージェント型コマース？今、AI 業界全体で情報を単に検索して提示するだけじゃなくて、ユーザーの代わりに行動を実行する AI エージェントの開発競争が激化していますよね。確かに Google のジェミニーがスマホの操作や日用品の買い出しを自動化する機能を始めたっていうニュースもありましたし、パープレクシティみたいな外部の AI 検索エンジンもネット上の情報をかき集めてユーザーの代わりに商品を購入するような機能に向けて動いていますよね。そこで Amazon が取った行動が非常に重要なんです。Amazon は最近、パープレクシティなど外部の AI による自社サイトのスクレーピング、つまり商品データの収集や外部からの購入代行を強力にブロックする動きを見せています。ブロックしてるんですね。そして自社の公式 AI であるルーファスでのみ、この自動購入を許可しているんですよ。つまり、うちの広大な庭で勝手に買い物代行ビジネスをするな。便利なお手伝い AI を使いたいなら、うちのルーファスだけを使いなさいっていう極めて強力な囲い込みですよね。ウォールドガーデン戦略というか。なぜそこまでして囲い込むのか。それは AI による購買意欲データが今のインターネット経済において究極の宝だからなんです。究極の宝。もしあなたがパープレキシティを使って Amazon の商品を買ったとしたら、Amazon 側には商品が売れたという結果しか残りませんよね。でも、ルーファスを使わせれば、あなたがいくらになったら買うと決断したのかとか、どの他社サイトと比較して Amazon を選んだのかというプロセス全体のデータが手に入るんです。うわー、それはすごい。ユーザーの欲望のボーダーラインを Amazon が独占できるわけだ。さらに話を深掘りすると、もう一つの非常に興味深い動きがあります。Amazon は買い手側だけじゃなくて、売り手、つまりセラー側にも強力な AI を導入しているんです。へー、セラー側にもですか？あるクリエイターの分析メモによると、プロジェクトアメリアというセラー専用の AI アシスタントがすでに稼働していて、プロジェクトアメリア。それは具体的に何をするんですか？商品説明をターゲット層に合わせて自動で最適化したり、画像から動画広告を自動生成したりするんです。さらには、
この価格帯にすれば売り上げが最大化するという価格調整の提案まで AI が行うんですよ。ちょっと待ってください。それってものすごいことを意味してませんか？どういうことでしょつまり、売り手はアメリアという AI を使って一番魅力的に見えるように商品を提示して価格をダイナミックに変動させる。一方で買い手はルーファスという AI を使って一番安いタイミング、一番条件のいい瞬間を見計らって自動で買う。う？その両方が Amazon という巨大なインフラの上で戦っているっていうことですか？まさにその通りです。これがエージェント型コマースの究極の姿なんですよ。いや今、Amazon の中で起きようとしているのは、人間の心理戦ではなくて、AI 対 AI の高頻度取引なんです。なんだか壮大な SF 小説のプロットを聞いているみたいですね。私たちが今まで知っていた広告を見て感情を動かされてカートに入れるという買い物のプロセスが根本から消滅しようとしている。e コマース市場のルールそのものが書き換えられようとしています。Amazon は単なる商品を売る場所から無数の AI エージェントたちが人間の代わりに取引を行う巨大な証券取引所のようなものへと進化しようとしているんですよ。なるほど。彼らはその新しい市場の絶対的な支配者になろうとしているんです。面白すぎますね、これ。そして同時に少し恐ろしいというか。さて、今回の徹底検証をまとめましょうか。今回も非常に多くの視点から未来の買い物の姿が見えてきましたね。はい。まず、あなた自身の購買行動について。Amazon のルーファスによるオートバイ機能は、過去の価格推移や他社サイトとの比較を AI が24時間体制で分析して、設定した条件に合致した瞬間に自動で決済まで完了させてくれます。はい。単なるタイマーじゃなくて、複雑な変数も考慮するエージェントですよね。そして安全面ですね。システムは完璧ではありません。悪質な出品者による高額送料などのリスクを完全にシステムで弾くことは現時点では難しいため、最大の防衛策として発送までの24時間以内ならキャンセル可能という猶予が設けられています。そうでしたね。で、ユーザーであるあなたが明示的にチェックボックスをオンにしない限り発動しませんし、最初は通知のみの設定で AI の精度や自分のシネネの妥当性をリスクなしでテストするっていう賢い使い方もできます。これを知っていることで、あなたはもうセール時期にスマホの画面に張り付く時間を節約しつつ、同時に隠れたリスクを冷静に回避する AI の使い手になれるはずです。しかし、本当に注目すべきはその裏側にある戦略ですよね。Amazon は外部 AI を締め出して、自社のルーファスでユーザーの購買意欲データを独占しようとしています。はい。さらに、セラー側にもアメリアのような AI ツールを提供して、プラットフォーム内での AI 対 AI の経済圏を構築しつつあるわけです。私たちが自動で変えて便利だねって喜んでいる裏で、次世代のコマースの主導権を握るための静かで巨大な戦争が繰り広げられているわけですね。そういうことです。最後に、リスナーの皆さんに少し想像してみてほしいんです。はい。数年後の Amazon のプラットフォーム上で、出品者の AI があなたの過去のデータに基づいて、絶対に欲しくなる完璧な紹介説明と動画を生成します。そして、それを見たあなたの AI、ルーファスが、他のサイトの価格まで瞬時に比較して、あなたの予算内で今が買い時だと判断して、あなたに相談することなくこういうボタンを押す。いやー、商品を売り込むのも AI で、それを吟味して購入するのも AI ってことですよね。そうです。その時、私たち人間は一体何をしているのでしょうか。単に AI 同士が交渉して決めた月の予算を承認して、翌日玄関に届いた段ボール箱を開けるだけの存在になるのでしょうか。情報過多な世界で面倒な買い物の手間から解放されるのは間違いなく素晴らしいことです。しかしその先にある自分で見つけて選ぶ喜びや想定外のものと出会う体験は一体どこへ向かうのか。冒頭でお話しした深夜に完璧なタイミングで欲しかったヘッドホンを買っておいてくれる超優秀な秘書。朝起きてその通知を見たとき、あなたが感じるのは圧倒的な便利さでしょうか。それとも自分の一部である選択の自由をシステムに明け渡してしまったというかすかな喪失感でしょうか。ぜひあなた自身の目で、そして実際に機能を使う中でその答えを探してみてください。便利さの裏にある構造を理解して思考を止めないことがこれからの時代を生き抜く鍵ですね。今回の深掘りはここまでです。また次回、新しい知の世界でお会いしましょう。